おなつこんちこんばんポテトです。今日もデートも付き合っていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、決定力を改めて調べてみようやっていきたいなと思います。定期的にね、やるやつなんですけど、アップでも結構来てたしね、決定力の違いっていうのをね、ちょっと改めて、調べたいというところでやっていきたいなと思います。で、明確な違いが何か見つけられればですね、スパサブ検証でも使えるんじゃないかと、そんな画策をしながらやっていきたいなと思います。まずは検証方法ですね。検証方法は iPhone に動きを記憶させて通常のミドルシュートを打っていきたいなと思います。各20本程度ずつですね。決定力を上げるとですね、カーブも上がっちゃうので根価はダメかなというところと、インパクトだと決定力上がっちゃうからちょっと分かりづらいなというところで、単純な決定力だけを調べていきたいなと思います。使っていく選手はラセルナ選手を使っていきたいなと思います。この選手決定力94まで上がりますので、この選手を使っていきたいなと思います。で、まずはですね、初期値と94比べてちゃんと違いがあるのか、これを比べた後にですね、どのあたりで一番変化していくのか、これを探っていきたいなと思います。まずはですね、68初期値から見ていきましょう。68でもまあ普通に中盤の選手ではいるよね。68ぐらいはね。はい、ここから94ですね。94あったらかなり高いけどね、普通に考えたら。でも今回キック力は上げてないので、そこだけはね、ご了承いただければと思いますが、どうでしょうかね。はい、見ていただきました。変わってるのは間違いないかな。確かに変わってるかなって感じ。データはこんな感じ。はい、ということでですね、これ約の表記なんでそこだけご了承ください。分かりやすく違うところで言うと、まずはゴールですよね。ここは大きく変わってるかなというところですよね。で、あと注目すべきはね、でもね、枠外の方かなと思いました。枠外率の部分ですね、かなりちゃんと枠内を捉えていたって形になりましたね。で、枠内シュートが多い分ですね、ゴールキーパーのセーブ率は増えていってしまうっていう感じかもしれません。はい、ということで、シュート自体の違いもちょっと見ていくと、得点シーンですね、できるだけ似てるとこ持ってきたんですけど、パワーゲージとかも、この影の位置でスタート位置合わせてね、こうやって見ていくんですけど、そうすると、こんな感じ。意外にね、シュートスピード、そしてコースもそんな変わんない。だから入るときはね、もしかしたら同じなのかもしれないですかね。で、今度はね、決定力どっちも68のとこ持ってきたんですけど、条件はね、ほぼほぼ一緒に持ってきたんですけど、パワーゲージとか、見てください。片方はね、入るんですけど、片方は大外ししていくんですね。なので、操作ミスというか、同じ操作していてもこんだけ違いが出るというところは大きいかなと。で、あとはですね、パワー8割のとこも見てきたんですけど、これ8割ぐらいになっちゃうとですね、結構ダフっちゃうというかね、結構ダフっちゃう感じでしたね。これが決定力がですね、94になるとですね、この8割とかでもちゃんとね、枠内に入れてくれたりとか、いう形になっていきました。はい、ということで、まず見ていただきましたけども、ここまでで一番やっぱ違うところは枠外率、ここですかね。いろんな要素はあるんですけど、まとめるとこれ一つに尽きるかなと思いました。なので、ここに注目しながらですね、決定力、これをですね、数値上げてみていきたいなと思います。まずは70から見ていきましょう。ちょっと一気にね、見ていきます。70あればね、ある程度ちょっと安心なのかなって気もしてるんですけど、どうなんですかね。で、今回一応、ポストに当たったやつは全部枠外として捉えておりますので、よろしくお願いします。で、75ですね。でも、基準は75ぐらいになるのかな。どうなんだろう。皆さんの中で育成の基準とかどのぐらいにしてますかね。特に中盤の選手とか。はい。で、80ですね。80あったら、高いよねっていう、ある程度高いよねっていう印象はあるんですけどね。はい、85ですね。フォワードとか前線だと正直85ないとちょっと不安だよなっていう印象はあるんですけどね。なんならガチスカで言うともっと高いって感じですもんね。はい、最後90ですね。90あれば安心かなっていう感じですけど。でもどうだろうな。そうか。
はい、見ていただきました。まあちょっといろいろ見ていただきましたけど、とりあえずデータはこんな感じになりました。はい、というとこですね。まずゴールのところ、分かりやすく上がってはいますよね。ただ、まあ40前後ですかね。この辺りが上限なのかなっていう感じですかね。で、枠内のとこ見ていくと、順当にね、上がっていってる感じかなと思うんですけど、90のところだけ、ここだけね、ちょっと低いんですけど、ポストも多かったので、この時は。なので、ポストを除外すると、27% ぐらいにはなっていったかなって感じしましたね。その分、ゴールキーパー率も低いですしね。なんで、ゴール率下げてないってところは評価していいところかなと思います。というところで見ていくとですね、全体的に見ていくとですね、大体この70から75、ここがね、一番分かりやすく変化してたかなと思います。ゴール数もね、15以上かな ?15 ぐらい上がってるし、枠内率も 10% ぐらい上がってるというところで、もちろん数値も違いは出てきてるんですけど、大外しのところとか、ちょっとね、見てほしいところもあったので、見てほしいんですけど、こんな感じ。70の時はね、こんな感じ、大外しがあったのに対して、75の時は、外すにしてもね、ちょっと惜しいみたいなことが多かったかなと思います。同じ条件のシュートを持ってきたんですけど、こんな感じですね。同じシュートゲージでも1つは入るけど、1つはホームランになっちゃうとかね、そんな感じで、この辺の大きな違いがあるかなと思いました。はい、というところで、今日は結論です。決定力は75あたりが目安に大きく向上していく。とします。はい、ということでね、いろいろ見ていきましたけども、分かりやすく出たかな。結果としてはね、分かりやすく出たかなと思います。本数めちゃめちゃ多かったわけじゃないんですけどね。で、育成のちょっと基準にしてみてほしいなと思いました。特に中盤のね、決定力どこまで上げるんだとかありますからね。ただこれ見る限り最低限75は欲しいところかなっていう感じしましたね。で、逆に80から85のところあんまり違う感じられなかった。もちろん一つのシチュエーションの話なんで、ミドルシュートのね、一つのシチュエーションなんでね、一概にはいないですけどね。前線の選手はスタミナのこと考えると、85ぐらいあれば十分なのかなって気はしましたね。あとはスキルとかワンタッチシュート、ミドルシュートとかがあるなしとかで、どうにかなりそうな気はしましたよね。また先ほども言いましたけども、入る時のシュートスピード、あとコース、ここはあんま変化なかったなというところも一つ大きなポイントだったかなと思います。数値が低くてもね、入る時は同じっぽいっていう感じはしましたね。これ以上のゴール率はですね、キック力上げないとこれ以上にはならなそうかなと、決定力99にしたところでそんな変わんなそうかなって気はしましたね。今回の結果自体はたまたまかなといえばそれはその通りなんですけどね。ただ75あたりでだいぶ違うということ一つ事実はね、分かったので、良かったかなと思います。これ、スパサブに使えねえかなちょっと使いたいな。これをうまくできればいいんですけどね。ちょっとそこに関しては次回以降ね、やっていきたいなと思いますので、どうか期待しすぎずに期待しといてください。はい、ここからね、もう雑談になっていきますけども、この決定力の検証ね、またずっとやりたかったんですよね。ただやんなかったのが理由が、ただ一つ時間がかかるっていうねなんですけど、なんでゴールデンウィークしかできないなと思っていたのでね、とりあえずそこができたから良かったかなと思います。で、実際ですね、これ見ていくと、1から3とかくらいの差だとね、わかんない気がしましたね。5ぐらい差が出てやっとちょっとわかるかなっていうところでしたね。これね、何が怖いってスパサブの検証をやったとしてですね、スパサブの差が向上率が1から3くらいだった時ね、5でも正直怪しいと思うんだけど、分かりづらいと思うんですけど、これだった時ね、なんか何とも言えない結果になりそうだなっていうのが怖いんですけどね。ちょっと希望と不安を抱えながらですね、ちょっとゴールデンウィーク中には上げたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さんゴールデンウィーク満喫してますか？ちょっとね、1から進撃の巨人をですね、アニメで全部見まして、非常にエモい気持ちになってるんですけど、そもそもですね、僕、ゴールデンウィーク休みだったことがほぼほぼなくてですね、どうやって過ごしていいのかもよくわかんないんですけど、なんかおすすめの過ごし方あったら教えてください。はい、ということでいかがだったでしょうか？皆さん、この結果どう思いますでしょうか？皆さんのご意見、ご感想、クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はね、決定力やってきました。どうにかね、これスパサブにつなげたいな。なんか目で見える形でね、検証できたらなと思います。ゴールデンウィーク中に頑張りたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。